子供用のベッドの上でインタビューに答えるこの女性は、娘が失踪した事実を世間に訴えていました。実は彼女が座るそのベッドの下には、2010年3月22日メキシコ州ウイスキルカン、朝8時、とある家で乳母をしている女性がその家に住む少女の自室へ訪れました。ポレット、幼稚園の時間よ。乳母はいつもの調子でそう声をかけますが、次の瞬間表情を一変させます。ポレット、どこへ行ったの？そう、ベッドで寝ているはずの少女ポレット・ゲバラ・ファラちゃんはそこから姿を消していたのです。ポレットちゃんは障害を抱えており、自力で歩くこともままならない少女。彼女はそれにもかかわらず、侵入者の形跡もないその部屋から忽然と姿を消してしまいました。その日からポレットちゃんの部屋には100人以上の警察関係者が出入りし、大規模な捜査を展開。しかしその誰もが気づいていなかったのです。ポレットちゃんが9日間もベッドのフレームに挟まっていたことに。9日間の失踪の末、ベッドフレームの隙間から発見された4歳の少女。100人もの関係者が出入りしながら、彼女はなぜ発見されなかったのか。もし事件に翻弄されているように見せかけ、最初から全てを知っている人物がいたとしたら。おざすけんちゃんです。みやみやみこです。最近私ね、ランニングシューズを買いまして。ランニングシューズを買ったのすごいね。いや、すごくはないよ。今ね、はい、調べてみたらランニングシューズってすごいのよ。そんなんだ。いや、何も言って。どうすごいのかは何も言ってないわよ、私。今ね、シューズの中にカーボンの軽い板が入ってるの。すごいのよ。それ何がすごいかっていうと、めちゃくちゃ反発するから、パラリンピックのさ、義足の選手がさ、ボヨンボヨンってなる。わかるわかる。あれもカーボンだもんね。あれも多分カーボンでさ、そういう反発を得れるのが靴の中に入ってるんだけど、なんか面白いことに、ルフィのギアセカンドみたいな感じで、カーボンプレートのやつ使うとめっちゃ反発もらえてめっちゃ速くなるんだけど、その分足の負担がめちゃくちゃ大きくて初心者には扱えないみたいな。膝とか足首とか、設置がうまくいかないとそのまま捻挫しちゃったりとか、疲労骨折になっちゃったりとか、上級者しか使えない道具だから私は買ってないんだけど。慣れたら有利だね。一時期さ、水泳の水着問題みたいな。なんかパッツパツのやつでしょ。なんとかスピード車の水着のやつが。レーザーレーサーじゃないのみたいなやつ。あれも反動くんの？いや違う、ああいう感じでさ、靴もこのブランドの靴だと世界記録出やすいとか出てきそうだよね。まあそうね。そこまで技術が進化するとね。そう。でももうみんな今ね、レース用の靴にはカーボンが入ってるから、あなたの誕生日に次プレゼントしてあげる。普通にいらないかもしれない。今回はメキシコで起きた謎多き失踪事件をご紹介します。失踪した少女は最終的に遺体となって発見されるんですが、彼女は約100人もの関係者が何度も探したはずの場所から約9日後に発見されるんです。何度も探したはずの場所にいたってことは、何か特殊な理由で見つけられなかったの？それが状況的に考えて見つけられない理由などね、あるはずもなかったんです。だからこそ謎多き事件とされてます。事件当日、少女は誰かにさらわれたとも、自ら姿を消したともね、思えない状況でね、消えるんです。いなくなるはずがない。2010年3月22日メキシコ州ウイスキルカン、朝8時頃、高級住宅街に立つアパートの一室では、その家で乳母として働いている女性が慌てた様子で走り回っていました。ポレット、どこに行ったの？ポレット。乳母はその朝、4歳の少女ポレット・ゲバラ・ファラちゃんを幼稚園に連れて行くため彼女を起こしにやってきました。しかしポレットちゃんがいつも寝ているはずのベッドはもぬけの殻。部屋を見渡しても彼女の姿はどこにも見当たらなかったのです。その家の2人の乳母は協力し、家の中をはじめアパートの敷地内をくまなく調べましたが、ポレットちゃんは見つからず、誘拐の可能性も考えられましたが、当日家の玄関には鍵がかけられており、窓からの侵入の形跡もなければ、アパートの監視カメラにも何も映っていませんでした。誘拐でないとすれば、ポレットちゃんは一人でいなくなったことになりますが、それもまた無理な話。なぜならポレットちゃんは自力で歩くことができないのです。ポレットちゃんはもともと予定日より10週以上も早い24週で生まれた未熟児でした。出産時に左脳に出血があった影響から、彼女は身体障害と言語障害を抱えることに。両親は乗馬療法や理学療法など、ポレットちゃんに可能な限りの治療を受けさせました。そのおかげで自力での食事や手すりを掴んで階段を上がったりはできるようになったのですが、介助なしの歩行は未だに困難。言葉も4歳で数語しか話せない状態で、24時間体制のケアが必要なため、乳母が2人雇われていたのです。介助なしで歩けない娘が行方不明なんて言ったら、もう両親めちゃくちゃ心配じゃないのよ。いや、それがね、なぜかね、両親はとてもポレットちゃんを心配してるようには見えなかったんです。
事件の前日までポレットちゃんは父親のマウリシオ・ゲバラと7歳の姉と3人で旅行に出かけていました。帰宅した3人は友人と別の場所へ旅行に行っていた母リゼット・ファラも合わせ家族全員で夜を迎えます。就寝時ポレットちゃんは乳母に補助されながらベッドの上へ。乳母はその際彼女の両脇に転落防止のための枕を設置しました。そこから母親のリゼットがパッチワークのキルトをかけて寝かしつけ、家族に大切にされながらポレットちゃんはいつも通りに眠りについたはずでした。そして驚かされるのは翌朝乳母が母親のリゼットにポレットちゃんの失踪を報告した際の反応。乳母から話を聞いた後、母リゼットは慌てる素振りもなくコーヒーとタバコをたしなんでいました。乳母たちが必死でポレットちゃんを探し回っているその最中、両親は取り乱すこともなく、あろうことか警察への通報すらしようとしなかったのです。自分の娘いなくなってるのにのんきにコーヒーだなんてさ、普通の親だったらもうパニックでさ、何にも手がつかないんじゃないの？警察に通報もしないし探しもしないって明らかにおかしいですよね。この後母リゼットはテレビのインタビューに応じるんですが、その際の対応もあまりにも不自然だったんです。疑惑の発言。両親はポレットちゃんがいなくなったと聞いても意にも介さず、結局最初に警察へ通報したのは父方のおばでした。そこから事件はメキシコ全土の注目を集め、警察は大規模な捜索キャンペーンを展開。ポレットちゃんの顔写真を載せた看板やポスターが街中にあふれ、新聞広告でも大々的に情報提供が呼びかけられたのです。母リゼットは連日テレビのインタビューに応じました。ポレットちゃんの部屋に記者を招き入れ、彼女のベッドに座りながら誰かが連れ去ったなら返してほしいと訴えるリゼット。ただ奇妙なことにそのインタビューに悲壮感はみじんもなかったのです。リゼットはインタビュー中涙を流さないどころか笑みを浮かべる場面もあるほど。宇宙人にでも連れ去られたんじゃないかしら。ポレットちゃんの失踪時の状況は確かにそれほど不可解なものでしたが、冗談めかしてそう口にする母リゼットに関係者は思わず愕然とするのです。それだけではありません。母リゼットはこのインタビューで親として絶対に言ってはならない一言を発しました。ポレットを失っても私にはもう一人の娘がいるわ。テレビで堂々と娘は大事じゃないみたいなこと言っちゃったわけでしょ？これショックでおかしくなっちゃったわけじゃないわよね。母親はね、間違いなく平常心でした。そしてテレビ局のスタッフは彼女が全く悲しそうに見えない理由も分かっていたんです。インタビュー撮影の休憩中、マイクがついていることを忘れていた母リゼットの次のような発言が捉えられていました。泣いた方がいい？その方がリアルに見えるかしら。世間から見た彼女は間違いなく娘を失った悲劇の母親。リゼットはまるでその役を演じる必要があるかのような被害者として違和感のある発言をしていたのです。また不穏な言動はテレビ出演以外の場面でも見られました。警察は捜査中、秘密裏に家の中の会話を録音しており、その中でリゼットはポレットちゃんの姉にあたる長女に向かいこんな話をしていたのです。何も言っちゃダメよ。そうしないと私たちが疑われるからね。私たちが疑われるかもってさ、おかしいわよね。何か隠そうとしてる。これ何も知らないとは思えないですよね。そしてこの後ついにポレットちゃんが発見されるんですが、実は家族だけではなく、そこで警察が出した結論も不審なものだったんです。死の隙間。ポレットちゃんの失踪から9日後の2010年3月31日未明、警察はその日も9日間何度も訪れた彼女の部屋へ足を踏み入れた。もはや何か見つかるとは思えなかったが、まだどこかに見逃された手がかりが残されているかもしれない。そんな一縷の望みから彼らはまた入念にその部屋を調べて回った。そしてそれは捜査官の一人がベッドを確認しようとした時のこと。おい来てくれ、ベッドが匂う。捜査官はこれまでは感じなかった強烈な異臭に気づき、周囲の同僚を呼び集めた。匂いの元を探るべくベッドのマットレスを動かした彼らは同時に息を飲んだ。ベッドのフレームとマットレスの間にシーツと毛布に包まれた大きな何かが挟まっていたのだ。その何かとは、そう、すでに腐敗し始めているポレットちゃんの遺体だった。失踪の前夜と同じく赤いパジャマパンツに青いセーターを身につけたその遺体は、彼女が寝ている最中にそこへ落ち、そのまま亡くなったことを物語っていた。なぜもっと早く気づいてあげられなかったんだ。司法解剖の結果、
ポレットちゃんの死因は窒息死と判明。遺体からは身体的暴行、性的暴行の形跡はいずれも見つからず、薬物も検出されませんでした。このことから警察は寝返りの際にベッドフレームとマットレスの隙間に頭から落下し、自力で抜け出せなかったゆえの事故であると結論付けたのです。気になるのは9日間も遺体が発見されなかった理由について。警察はこのことについて、遺体が毛布で何重にも包まれていたため腐敗臭に気づけなかったと説明しました。いくら毛布で包まれてたとはいえよ、9日間も見つからないなんてある？だって失踪した女の子が寝てたベッドなんてさ、最初に探すじゃない普通。まあほんとそうなんですよ。実は警察が出した結論は物理的に無理があると証明されていて、これ何かね、隠蔽の意図があったんじゃないかと考えられてるんです。消えない矛盾。遺体発見から約2ヶ月後の2010年5月、警察は事件の捜査を終了。しかしベッドフレームの隙間に9日間も遺体が挟まったままだったとする不自然な結論に世間が納得するはずがありませんでした。捜査中、ポレットちゃんの部屋には100人以上の関係者や捜索犬が何度も部屋を出入りしていました。また母リゼットが家に泊めた友人に至っては、なんとポレットちゃんのベッドで4日間夜を過ごしたというのです。たとえ毛布で包まれていたとしても、誰もその遺体に気づかず異臭にも気づかなかったとするのは明らかに不自然でした。いやそりゃそうよ、こんなのさ、素人でも見つからないわけないじゃないってわかるわよ。いやほんとそうなんですよ。そもそもこの状況で警察犬が部屋に入っていれば一番に見つけるはずなんです。ここで本日のメトラーキーワード、腐敗臭と捜索犬の能力について。人間は通常体の免疫機能によって細菌の異常繁殖を防いでいます。死亡と同時にこの機能は失われ、増殖した微生物がタンパク質や細胞を分解し始めるため、強烈な腐敗臭が発生するのです。匂いの正体は分解の過程で発生したアンモニアや硫化水素などの揮発性化合物が混ざり合ったもの。夏場の高温時には死後2日から3日、冬場は5日から7日程度で腐敗臭が発生するとされています。そして今回の事件の捜査には死体捜索犬が導入されていました。死体捜索犬は死体の腐敗臭を嗅ぎ分けるよう訓練された警察犬で、法医学捜査において最も信頼できる存在の一つとされています。死体捜索犬は遺体から発せられた揮発性化合物をごく微量でも感知でき、例えば水中に沈んでいる場合でも匂いに気づきます。毛布に阻まれた程度で彼らが腐敗臭を捉えられなくなるはずがないのです。ポレットちゃんの遺体の匂いを毛布が遮断していたという説は、現場に出入りしていた死体捜索犬の存在で完全に否定されました。また3月の暖かくなり始めた気候において9日間腐敗臭が発生しなかったというのもありえません。この事実が意味するのは、ポレットちゃんが失踪した日から9日間遺体は別の場所にあったはずだということ。要するにポレットちゃんの遺体は警察に発見される直前に意図的にベッドフレームの隙間に仕込まれた可能性があるのです。その可能性を示す証拠は実は母リゼットのインタビュー映像の中にも含まれていました。遺体発見の数日前のインタビューで、ポレットちゃんが死亡時に着用していたはずのパジャマがベッドの上に畳まれた状態で映っていたのです。ポレットちゃんの遺体がもともと別の場所にあり、ベッドフレームの隙間に仕込む際にそのパジャマを着せられたとすれば、この状況にも辻褄が合います。極めつけにポレットちゃんの乳母の2人は彼女が失踪した後、ベッドフレームの隙間には確実に何もなかったと証言していました。なぜそう言い切れるかというと、乳母たちはポレットちゃんが失踪した後何度もベッドのシーツを変えていたから。いやもう誰かが確実に遺体隠蔽してんじゃないこれ。警察は何このこと知ってて9日間も遺体見つかんなかったって嘘の発表してたってことなの？まあそう考えられてるんです。実はこの9日間の捜査ってのが全て演出だった可能性もあるんです。9日間ベッドフレームの隙間に挟まれた遺体に気づかなかったと説明し、ポレットちゃんの死を事故死と結論付けた警察。世間はこの段階で警察に不信感を覚えましたが、実は最初から警察には不自然な部分があったのです。動画をご覧の皆さんは、母親のリゼットがポレットちゃんの部屋でインタビューに応じる様子を見てこうは思わなかったでしょうか。失踪直後で現場の保存が重要なのにもかかわらず、こんなに自由に報道陣を入れても構わないのかと。番組では母リゼットとインタビュアーがポレットちゃんのベッドの上で語り合うなど、まるでドラマを演じているかのような場面もありました。そう、警察が現場に規制を設けず、メディアが部屋の内部まで大々的に報じるその状況は、家族を含め関係者全員で失踪事件を演出しているかのようでした。一説にこの事件が事故死と片付けられたのは、殺人事件として捜査が長引いた場合、州政府の治安維持能力の欠如が指摘されるためだと
も当時のメキシコ州知事と本件の捜査責任者は近しい関係にあったとされ、警察が知事のメンツを保つために動いた可能性があるとされているのです。事件後、ポレットちゃんの両親はお互いを犯人だと非難し合い離婚。特に父親のマウリシオに関しては、これは事故ではなかったと意味深な言葉を残しています。そして事件から約7年後の2017年5月3日、ポレットちゃんの遺体はもはや証拠としての必要性がないとされ火葬されることに。こうして多くの人が納得できないまま事件は迷宮入りとなったのです。ポレットちゃんは本当はいかにして亡くなったのか、なぜ9日間も別の場所に遺体が隠されていたのか、家族はどのように事件に関与していたのか、うやむやにされてしまったこの事件にはまだ多くの謎が残されています。あなたはそれらの謎についてどのように考察しますか？あなたは絶対検索してはいけない言葉と言われるミス・パックマンを知っていますか？2018年10月29日、グアテマラ共和国アルタベラパス県。小さな村の住民が隣の家からの女性の悲鳴に気づきました。その家に住んでいるのは32歳のシングルマザー。ただし彼女は非常に暴力的な男性と付き合っていることで有名でした。またか。しかし今日はいつも以上にひどいな。複数の住民がこの悲鳴を耳にしましたが、男性は恐れてすぐには動けません。彼らが女性の家を訪れたのは男性が立ち去ったのを確認してからのことでした。女性の身を案じてスマホのライトを頼りに彼女の家を訪れた住民たち。そこで彼らが見たものは顔面を上下に割られた女性の姿だったのです。顔を割られ血まみれで発見された32歳の女性。犯人はなぜ女性の顔を叩き割るような真似をしたのか。この事件の原因は彼女がテレビを見に行ったことだったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。